こんにちは。パッチワークハーモニーです。見に来てくださっておおきに。今回はトートバッグを作りました。持ち手を前回の動画のカフェカーテンの余り布でパッチワークしてみました。参考にしてもらえるとバリ嬉しいです。完成したら横幅33センチ、高さ23センチ、まちは10センチになります。内側にはファスナー付きのポケットを作りました。ほな、持ち手のパッチワークから始めようか。100均の厚紙工作用紙で作った7センチ ×7 センチの型紙です。布の裏に型紙を当てて印をつけます。縫い代込みなので印の線でカットします。この端切れもまだ何かに使えるやろか。6種類の布をカットしました。全部で34枚必要です。布の種類が重ならへんように17枚を2列並べました。順番がわからへんようになるので待ち針で全部を留めておきます。縫い代1センチで縫います。縫い代を片側に倒してアイロンを当てます。85センチ ×5 センチの接着キルト綿を中央に貼り付けます。ひっくり返す時にずれるので待ち針で固定しました。待ち針を取ってもう一度アイロンを当てておきます。もう一枚も同じようにします。87センチ ×7 センチの持ち手の裏布です。表布と中表に合わせます。上下を縫い代1センチで縫います。縫い代を割ってアイロンを当てておきます。端からひっくり返します。返し口が5センチしかないので時間はかかりますが少しずつ返していきましょう。
ひっくり返せたら形を整えてアイロンを当てておきます。表布は35センチ ×30 センチ2枚必要です。今回はキルティング生地にしました。半分に折って真ん中に印をつけます。印を中心に左右5センチずつ10センチの印を描きます。印に合わせて持ち手を置きます。持ち手の端は表布の下の端に合わせます。表布の上から2センチに印をつけます。上の2センチは縫わずに際から 0.3 センチにミシンステッチを入れます。内布は35センチ ×30 センチ2枚必要です。内布につけるポケット布は17センチ ×30 センチです。コイルファスナー20センチを使いました。布を半分に折って中心に折り線をつけました。上から6センチに印をつけます。折り線を中心の目印にして13センチ ×1.5 センチの四角形を描きます。ここがポケット付け位置になります。裏側に15センチ ×3.5 センチの接着芯を四角に合わせて貼り付けます。ポケット布にも上から 1.5 センチに同じように四角形を描きます。その2枚を中表にして四角の角を合わせて待ち針で留めます。印の線をミシンで縫います。次は切り込みを入れます。真ん中に印をつけて両端は Y の字にして角が45度になるようにします。重ねたまま印通りにカットします。角はギリギリまで切り込みを入れます。次はポケット布を裏側に返します。形をきれいに整えます。
ファスナーの端が広がってしまうのが嫌なので、簡単に縫い留めておきました。布をファスナーの上に重ねます。ファスナーの位置のバランスを見ながら待ち針を留めました。まずはポケット口の下だけにミシンステッチを入れます。裏返してファスナーをポケット口から1センチ残してカットしました。ポケット布を半分に折って布端を合わせます。残りの3辺をこの字型にミシンステッチを入れます。内布をめくってポケットの両脇を縫います。持ち手を縫わないように避けて、表布と内布の上端を中表に合わせてクリップで留めます。縫い代1センチで縫います。もう1枚も同じです。したら広げて表布と表布、内布と内布を合わせます。表布と内布の際をしっかり合わせます。返し口を残して一周縫います。次はマチを作ります。脇と底を合わせて待ち針を留めます。脇を中心に左右5センチに印をつけます。
印をミシンで縫います。内布も含めて残り3箇所も同じようにします。次に表布のまちと内布のまちを合わせます。ミシン線より外側を縫います。ここを縫い付けていれば内布が出てきてしまうことがなくなります。縫えましたら縫い代1センチを残してカットします。返し口からひっくり返します。裏にひっくり返してバッグの口部分の形を整えます。上から1センチを1周ミシンで縫います。最初の糸は絡まないようにカットしてから重ねて縫います。返し口の縫い代を折り込んで待ち針を止めます。端の方をミシンで縫います。持ち手にアイロンを当てて形を整えます。手に持ちやすいように半分に折りたいと思います。持ち手の真ん中の7センチに印をつけました。0.5 センチのところを7センチ縫います。完成です。最後までお付き合いくださってありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画で